ガンダムキュリオスの系譜。 GN003 ガンダムキュリオスは施設武装組織ソレスタルビーイングが開発したガンダムであり、西暦2307年全世界で勃発している戦争の根絶を目的に全戦争行為への武力介入に投入された4機のガンダムのうちの1機である。パイロットには世界三大国家の一国、人類革新連盟の超人機関技術研究所、通称超人機関と呼ばれる特務機関にて非人道的な強化処置を施され、被験体 E57 として養成された過去を持つソレスタルビーイングのガンダムマイスターアレルヤ・ハプティズムが務め、彼の内に秘める凶暴な人格ハレルヤ・ハプティズムとの思考と反射の融合によって完璧な徴兵として圧倒的なパイロット技量を獲得している。武力介入に投入されたキュリオスを含む4機のガンダムはソレスタルビーイングの創設者イオリア・シュヘンベルグが残したオリジナルの GN ドライブを搭載しており、その中でも本機は唯一の可変機構を持つ機体として飛行形態による高度な機動力とモビルスーツ形態における優れた汎用性の両立による一撃離脱、ヒットアンドアウェイといった戦術を駆使し高い戦闘能力を発揮した。そんなガンダムキュリオスはソレスタルビーイングのガンダムの中では第3世代ガンダムに該当し、その系譜の始まりはソレスタルビーイングが全世界に武力介入を開始する15年ほど前、西暦2290年代に完成した GN000 オーガンダムが始まりとされている。アレルヤ・ハプティズムの誕生と第2世代ガンダムの誕生。西暦2051年、ソレスタルビーイングの創設者であるイオリア・シュヘンベルグが誕生し、その類まれなる頭脳と斬新なアイデア、そこから生み出される時代の遥か先を行く技術力によって希代の科学者と呼ばれ、世界にさまざまな恩恵をもたらす活躍を見せていた中で、西暦2091年に人類の未来から戦争を排除し世界の統治を促すと同時に人類の意思を統一、外宇宙への進出、そして異種生命体との来るべき対話を目的としたイオリア計画を構想する。その後、西暦2100年頃、極秘裏にソレスタルビーイングを創設し、西暦2213年木星圏にてオリジナルの GN ドライブ5機が完成。それから約76年後となる西暦2289年2月27日、カザフスタンにてアレルヤ・ハプティズムが誕生。幼少期に戦乱に巻き込まれる形で両親とはぐれてしまい、人格連に保護、媒体によっては拉致されたという記述も存在する。被験体 E57 として超人機関に移送され、西暦2298年納涼死破処置手術が完了し、非人道的ともいえる人体実験強化処置の過程において同じ境遇のマリー・パーファシーと開口。強化処置によって過去の記憶を全て失い、被験体 E57 という人生を歩んでいた彼にマリー・パーファシーから神への感謝を意味するアレルヤの名を授かり、これ以降彼の中でマリーが特別な存在になるとともに、ソレスタルビーイング加入後もアレルヤ・ハプティズムというコードネームとして使用されることになる。同年、納涼死破処置手術などの脳改造の影響により第二人格となるハレルヤが誕生。アレルヤを含む同じ被験体たちの廃棄処分の決定を契機に、同胞の被験体たちと超人機関から脱出を図るも、酸素や食料が尽きる中、ハレルヤの強行によってただ一人生存を果たす。それから4年後となる西暦2302年、ソレスタルビーイングが極秘裏にガンダムマイスターの選定とスカウト活動を開始し、アレルヤがガンダムマイスターとして選定され、マリーから授かったアレルヤの名をコードネームに採用。アレルヤ・ハプティズムとして西暦2307年 GN003 ガンダムキュリオスとともに全戦争行為への武力介入へと身を置くことになる。本格的な武力介入に投入されたキュリオスは可変機構を持つ高機動戦闘特化型の第3世代ガンダムとして完成を果たしているが、その前身機となる機体はオーガンダムの完成から2年後となる西暦2292年ラグランジュ3のスペースコロニークルンテープにて開発された試験用モビルスーツ第2世代ガンダム GNY003 ガンダムアブルホールである。このアブルホールはキュリオスのプロトタイプとなる機体であり、ソレスタルビーイングにおける可変機構を持つガンダムとして開発が進められ、空戦仕様となる飛行形態から完全な人型ではなく脚部とセンサーユニットだけを展開するモビルスーツ形態への変形を可能にしている。この頭部のように見える部位はセンサーユニットであり、本来の頭部は機首部分に格納され、センサーユニットに搭載されているイエローのアンテナは
グラビカルアンテナとしての機能を担っている。アブルホールの開発経緯に関しては、ガンダムが地上、宇宙、水中など GN 粒子を有効活用した高い機体制御能力と環境適応能力を有している一方で、空戦時においては空中変形を不可能としながらも、当時の AEU が開発した可変モビルスーツ AEU-0592、AEU ヘリオンイニティウム、ユニオンの可変モビルスーツ VMS-15 ユニオンリアルドに劣る面があったと言われており、人型を成しているモビルスーツはその機体構造上空気抵抗を受けてしまい、 GN ドライブを搭載し、いわゆる空中に立つことを可能にしたソレスタルビーイングのガンダムといえども、それは例外ではなく、高速での旋回、運動性、飛行を困難としていた。そこで開発された機体が可変機構を有し、空中変形を可能にしたガンダムアブルフォールであり、空戦能力に重点を置いた設計開発が行われたため、人型としての機能はほとんど排除されているが、アンバックによる姿勢制御と空力制御を可能にし、腕部の代わりに腰部に作業用アームを搭載。ガンダムであることを秘匿するために、推力系は GN バーニアからイオンプラズマジェットへの切り替えも可能にした運用ができる仕様になっている。武装に関しては、機首頭部に内蔵された GN バルカン、作業用アームに装備されている GN ビームサーベル、主翼に搭載された GN ミサイルポッド、また機体後部にはミッションや戦況に応じた武装ユニットも搭載可能となっている。本機で得られた運用データと開発コンセプトがキュリオスへと継承されることになり、アブルホールのガンダムマイスターにはソレスタルビーイングの戦況オペレーターフェルト・グレイスの母であるマレーネ・ブラディが務めていた。 GN003 ガンダムキュリオスの誕生。西暦2300年代初頭、前述の通りガンダムアブルホールをはじめとする第2世代ガンダムの実戦データと設計データをもとに開発が進められ、試作と運用試験を繰り返し、オーガンダムが試験的に武力介入を行った時期、つまりオーガンダムとセツナが初めて開港した時期と同時期に、ガンダムキュリオスを含めた4機のガンダムがロールアウトを果たす。この4機のガンダムは第3世代ガンダムとして非常に高い戦闘能力とそれぞれの多種多様な機体特性、特殊システムを搭載しており、近接格闘戦特化型、中遠距離射撃特化型、高機動戦闘特化型、放線殲滅特化型という特性が与えられ、中でもガンダムキュリオスの機体構造はガンダムアブルフォールで得られた運用データとより洗練された可変機構を継承し、非常に高い汎用性、巡航能力、空戦戦闘を可能にした機体として完成に至っている。変形機構を兼ね備えているキュリオスは他の第3世代ガンダムとなる3機よりも複雑な機体構造を有しており、 GN ドライブの搭載箇所、グラビカルアンテナの採用、生成した GN 粒子を蓄積しておく GN コンデンサーの搭載、 GN 粒子供給コードの導入など基本的な機体構造は共通しているものの、メインスラッシャーの搭載箇所や肩部スタビライザー、膝部ウィングユニットなどはキュリオス独自の設計が見て取れる。 V 字型アンテナを有する頭部には頭頂部装甲からキュリオスの特徴となるブレード状のアンテナを搭載。胴体部の背部中央にはオリジナルの GN ドライブを搭載しており、飛行形態時の機種部位が GN ドライブを隠すように背部に展開され、それに伴ってメインスラスターは他のガンダムタイプとは異なり両脚部に搭載されている。キュリオスの飛行形態。西暦2307年の本格的な武力介入時点で AEU やユニオンが誇る可変モビルスーツは乾燥作業なしで変形できるまでに発展していたものの、空戦軌道での変形を前提に開発が行われておらず、変形の際には静止状態からの変形が必須とされていた。それに対してキュリオスは GN 粒子の特殊機体制御の導入によって高速軌道からの空中変形を実現し、大気圏内外問わずに非常に高い機動性と運動性を獲得。さらに機体上部にモビルスーツを搭載し、迅速に戦闘領域まで運搬到達するというサブフライトシステムとしての機能も有しており、可変モビルスーツとしての完成度を高めている。さらに機体の上半身部分のみをモビルスーツ形態に変形させ、下半身部は飛行形態を維持できることも可能になっているなど、非常に高い柔軟性を有しており、これらの可変モビルスーツとしての完成度を高めた理由は、ガンダムアブルフォールによる運用データ、検証データの成果がキュリオスに大きな影響を与えたと言っても過言ではない。なお、ガンダム00本編ではユニオンが誇るエースパイロット
グラハム・エーカーが本来空中変形を想定していない SVMS-01E グラハム専用ユニオンフラッグカスタムで高速飛行状態からのモビルスーツ形態への変形をグラハム自身の操縦技術のみで実現したグラハムスペシャルを繰り出しており、対峙したロックオンストラットスに加えてその奇抜な技名からお茶の間の視聴者の度肝を抜く活躍を見せている。この人呼んでグラハムスペシャル、またの名をグラハムマニューバーはハワード・メイスン、ジョシュア・エドガーズも成功させているが、いずれも直後に戦死してしまっている。ガンダムキュリオスの武装。キュリオスは飛行形態を生かした高機動戦闘、高い機動力と巡航能力による一撃離脱などの戦術を得意とする一方で、火力や攻撃力という面においては他の第3世代ガンダムに劣る側面があり、火力増強を目的とした武装の追加は機体重量の増大を招くことになるとともに、キュリオスの長所をスポイルしてしまうため、小型携行兵装と近接格闘兵装が標準装備として採用されることになる。火力不足を補う処置としてミッションや戦況に合わせた多種多様なオプション兵装が用意され、各部ユニットにこれらの兵装を装備することで火力の増強からさらなる機動力の強化などさまざまなミッションプランに対応できる汎用性を獲得。さらにオプション装備はキュリオスの機動力を犠牲にしないため、戦闘中にパージしユニットごと投棄することも可能など、機動力と火力を融合させた理想的な運用方法を実現している。キュリオスのメインウェポンとして採用された装備が GN 粒子ビームを高速で速射する2連装ビーム火器 GN ビームサブマシンガンである。この装備は威力よりも連射速度と命中精度を重視したビーム火器であり、マニュピュレーターで保持するグリップを分離式にしたことで、飛行形態時にはグリップを分離させ腕部のハードポイントに装着し、機体右側面にマウントされる仕様になっている。ヨーブリアスカートの裏側には GN 粒子のビーム刃を形成する近接格闘兵装 GN ビームサーベルを2機装備。さらにキュリオス専用に開発された E カーボン製の特殊防御装備 GN シールドを腕部に搭載しており、ひし形の形状が特徴となる防御範囲が狭い小型シールドではあるものの、シールド先端が折りたたみ式クローを展開可能となる特殊装備となっている。この折りたたみ式クローは伸縮機構とクロー基部が回転する仕様になっており、モビルスーツの節を引きちぎり圧砕するなどのパワーを誇るとともに、クロー中央部には伸縮式の高周波振動ブレードを内蔵し、クローで鉄器を捕獲し、ブレードによる高周波振動によってモビルスーツの装甲を容易に切断貫通する威力を発揮することが可能になっている。この装備は別名 GN シールドニードルとも呼ばれている。キュリオスのオプション装備として3機のミサイルランチャーを連結したハンドミサイルユニット、飛行形態の後部にマウントされる多目的ユニットテールユニットが開発されており、 GN ハンドミサイルとも呼ばれるミサイルユニットは1機に3発のミサイル計9発のミサイルを搭載し、両腕部のハードポイントにマウントもしくは GN ビームサブマシンガンの分離式グリップを装着した携行火器としての運用が可能になるほか、飛行形態では機体下部に搭載しミサイルランチャーとしての使用も可能になっている。また GNR010 オーライザーのオプション装備としても運用可能となっている。テールユニットは GN002 ガンダムデュナメスの超高高度狙撃銃運用時に姿勢制御用ユニットとしての使用も可能となる装備であり、キュリオスにおいてはユニット上部に垂直発射方式の GN ミサイルポッド、ユニット下部には投下式対地爆弾を搭載した仕様が採用され、全弾撃ち尽くした後には機体重量の軽量化のためパージされる。国連軍との決戦においては GN キャノン2機と大型 GN ブースターを搭載し、火力と機動力を大幅に強化したテールブースターを装備。これらのテールユニットテールブースターは飛行形態でのみ搭載可能な装備であり、モビルスーツ形態に変形するときにはパージされる仕様になっている。トランザムシステム。4機のオリジナルの GN ドライブを搭載したガンダムが発動可能な特殊システムトランザムは GN ドライブの機能を最大限発揮することができる特殊モードであり、システム発動と同時に機体全体を覆うように高濃度圧縮粒子が全面開放され、運動性、機動性、防御力が爆発的に上昇。その速度は GN 粒子による残像が発生するほどの速度を誇り、スペックの3倍に匹敵する出力を引き出すことが可能になるという切り札ともいえる特殊システムではあるが、限界稼働時間に加えてトランザム使用後は GN 粒子のチャージが完了するまで
機体性能が著しく低下してしまうという欠点を持っている。なお最終決戦において GN ドライブは分離させたものの、キュリオス自体は人格連側に鹵獲され、鹵獲したキュリオスの機体データを反映させて開発した機体が GNX704T アヘッドである。 GN003/AFG02 ガンダムキュリオスガスト。この機体はキュリオスに広域大気圏内容での戦闘を想定し、爆発的な機動力と遠距離砲戦能力を両立させた高高度戦闘用装備ガストを追加ユニットとして装備した形態がガンダムキュリオスガストである。ガストとは突風を意味しており、その名のごとくキュリオスを凌駕するほどの圧倒的な機動性と加速力を獲得するとともに、高度50キロから800キロにわたる大気圏内全てを活動範囲にできるなど、短期での大気圏離脱能力を実現。しかしその反面、キュリオスの長所の一つである運動性能と陸戦能力を犠牲にしてしまい、機密保持のためガストユニットをパージすることも極力避けられたため、汎用性に欠ける機体になってしまうというデメリットも併せ持っている。モビルスーツ形態時には両脚部に大型 GN バーニアユニット、腰部前面には推進機搭載スカートを搭載。背部に展開される機種ユニットは通常のキュリオスから換装されたガストユニット独自のモデルが採用されており、高性能複合センサーに加えて機体の不安定な動きを制御する空力パーツカナードが配置されている。武装に関しては近接格闘専用の GN ビームサーベル、メインウェポンとなる超遠距離射撃ビーム砲 GN ロングバレルキャノンを装備。不安定な大気圏内で命中精度を上げるため、マニュピレーターで保持するのではなく腕部に固定する形式が採用され、機種部センサーとの連動によって高い命中率を獲得している。脚部外装にブースターユニットを装備するというガストのモビルスーツ形態での運用データは、後に開発される GNZ シリーズに反映されたと言われている。ガンダムキュリオスガストの飛行形態。モビルスーツ形態としても高い機動力と広域大気圏内戦闘を可能にしたガンダムキュリオスガストではあるが、ガスト装備の性能を最大限引き出すことができる形態が飛行形態である。飛行形態時には大型 GN バーニアユニット、推進機搭載スカートを機体後部に集中させることで推力ベクトルを後方に統一し、キュリオス本体が GN 粒子供給ユニットとしての役割を担い、高性能複合センサーとカナードを搭載した機種ユニットと機体下部にマウントされた GN ロングバレルキャノンの連動による機体構成は、全長48メートルの大型戦闘機でありながら突出した機動性を実現し、ガストの飛行形態で得られた運用データは後に開発される GN011 ガンダムハルート最終決戦仕様に反映されることになる。このガンダムキュリオスガストはユニオンの資源衛星落下事故メテオアナハト事件での地球に落下するアステロイドの破砕ミッションのため GN001HSA01D ガンダムアバランチエクシアダッシュ超高高度狙撃銃装備のガンダムデュナメスを含めた3機で投入されており、大気圏内に突入してきた中規模の構造物を超高速飛行からの破壊によってミッションを完遂している。なお型式番号の AFG02 とは Atmosphere Fighter Gust No.2 を意味している。 GNY003F ガンダムアブルホールタイプ F。 西暦2307年の武力介入と同時に試験機としての役目を終えた第2世代ガンダムであるガンダムアブルホールをソレスタルビーイングのサポート組織フェレシュテが改修改良処理を行った機体がガンダムアブルホールタイプ F である。第3世代ガンダムの開発で得られた開発データをフィードバックすることで10年以上前の機体でありながらタイプ F として第3世代ガンダムに匹敵する性能を獲得しており、カラーリングは黒へと変更されている。このアブルホールタイプ F の他にもイノベーター勢力がベーダを介してガンダムアブルホールタイプ F のコピー機として建造した GNY003FB ガンダムアブルホールタイプ F ブラックとその機体を改修し GN ドライブダウ疑似対応炉を搭載した GNY003F ガンダムアブルホールタイプ F フォンスパーク専用機も存在している。 GN007 アリオスガンダムの誕生。西暦2308年国連軍によるガンダム殲滅作戦フォーリンエンジェルが発動。GN ドライブタウ疑似対応炉を搭載した新型量産モビルスーツ GNX603T ジンクスが投入されるとともに、圧倒的な物量の前にソレスタルビーイングは壊滅し、ソーマ・ピーリスとセルゲイ・スミルノフのノルジンクスの捨て身の猛攻の前にキュリオスは大破。これを契機に
アレルヤは国連軍によって身柄を拘束。約4年間収容施設に監禁され、1年にわたる拷問と尋問が繰り返される中、世界情勢は AEU、ユニオン、人類革新連盟の三大国家が国連の名のもとに統合。西暦2311年には地球連邦政府と地球連邦平和維持軍が樹立され、その翌年の西暦2312年には大規模テロを契機に組織された政府直轄の独立治安維持部隊アローズが発足。しかしアローズの実態である虐殺や弾圧をはじめとする暴挙に対して世界の歪みを正し、本当の世界統一へと人類を導くため、全大戦以降バラバラになっていたソレスタルビーイングのメンバーが集結し、西暦2312年ソレスタルビーイングが秘密裏に復活。アレルヤの拘束、ソレスタルビーイングの再編と並行する形でアレルヤの生存を信じ救出することを前提に、ガンダムキュリオスの強化発展型である GN007 アリオスガンダムの開発が進行。ソレスタルビーイングの復活を契機に収容施設を強襲しアレルヤを救出。同年アリオスガンダムを受領したガンダムマイスターアレルヤ・ハプティズムが戦線へと復帰を果たすことになる。このアリオスガンダムは第3世代となるガンダムキュリオスの後継機として第4世代ガンダムという括りではあるものの、次世代の設計思想、新技術が取り入れられている機体は GN0000 00ガンダムのみであり、アリオスを含む他の3機はソレスタルビーイングの資金難や人的不足によって前進機となる第3世代ガンダムをベースに、機体の基本性能の底上げが図られた第 3.5 世代ガンダムという位置づけとされている。これらの第4世代、第 3.5 世代ガンダムの特徴として、トランザムの使用を前提とした設計がなされており、欠点となるトランザム発動後の戦闘不能を避けるため、一定の機体性能低下は免れないものの、任意のタイミングでトランザムの発動と停止を選択できる仕様であるとともに、それぞれの機体特性に合わせた戦闘能力向上が可能になっている。アリオスガンダムの性能。キュリオスの後継機として開発されたアリオスは、徴兵として並外れた反応速度と肉体的強度を持つアレルヤ専用に設計開発されており、キュリオスの開発コンセプトを継承しつつ、機動性、運動性の強化、固定武装の追加による攻撃力強化など基本性能の向上を果たしている。頭部には GN 粒子の制御を行うグラビカルアンテナを搭載し、キュリオスでは飛行形態時の機体下部に頭部がむき出しの状態になっていたが、アリオスでは空気抵抗の排除とガンダムによる武力介入を世界に知らしめる必要がなくなったため、フェース部分が収納される仕様に変更されている。さらに両脚部と腰部背面に搭載された装甲は機体制御機構として機能する高性能スタビライザーとしての役割を担っており、キュリオスを超える空戦機動を実現させている。アリオスガンダムの武装。アリオスのメインウェポンとなる2連装の GN ビームライフル GN ツインビームライフルを装備。この武装は新規開発されたクリスタルセンサーを重心上部に搭載し、高速起動時でも高い命中精度と連射能力を獲得するとともに、飛行形態時には機体右下部にマウントされ、下側の重心が可動式となっているため、空戦軌道から地上への砲撃も可能な仕様になっている。さらに両腕部の装甲内に内蔵された GN サブマシンガン、飛行形態時の機首部側面に内蔵された GN バルカン、腰部フロントアーマーの裏側にマウントされた GN ビームサーベルを装備。またキュリオスで装備していた高周波振動ブレード内蔵式 GN シールドを撤廃し、両肩部に新開発された GN ビームシールドを搭載。この GN ビームシールドは攻撃力を有する GN フィールドを展開可能となる仕様になっており、飛行形態時には両肩部から機首部へと変形。この状態から機首部を大きく展開することでシザース式の並走へと発展し、 GN ビームシールドを発生させるとともに鉄器を挟み込み両断するという機能を有している。なお GN ビームシールドという名称ではあるものの、作中ではシールドとして使用されることはなかった。 GN007 GNHW/M アリオスガンダム GN ヘビーウェポンミサイル。イノベイドとの最終決戦に向けて開発された強化ユニットをアリオスに装備させた形態がアリオスガンダム GN ヘビーウェポンミサイルである。追加武装として両腕部で保持する大型ビーム兵装 GN キャノン、背部に2機マウントされた GN ミサイルコンテナを搭載。 GN キャノンは GN ツインビームライフルに比べ連射性能は落ちているが、
高火力を実現した装備であり、連射速度の低下を補うため重心の左右側面に GN バルカンをマウントしている。 GN007 プラス GNR101A アーチャーアリオス。この機体は飛行形態のアリオスとアリオスの支援機として開発された GNR101A ガンアーチャーがドッキングした強化形態がアーチャーアリオスである。ガンアーチャーはもともと第3世代ガンダムの一機である GNY0042874 ガンダムアルテミーとして開発されるも、この機体は正式採用には至らず、開発計画は凍結、機体自体は放棄されていたが、アリオスの支援機という形で再び開発が進み、改修を施した結果ガンアーチャーとして生まれ変わることになる。その開発コンセプトはガンダムアルテミーを原型機としながらもキュリオスのテールブースターの発展型として開発されており、強化ユニットとしてアリオスとドッキングすることで火力と機動力を向上させる役目を担っている。さらに動力源として超大型 GN コンデンサーを搭載しており、ガンアーチャーにパイロットが登場することによって短期での戦闘も可能な上、アリオスとのドッキング時にはアリオスから供給される GN 粒子によって稼働する仕様になっているとともに、ガンダムアルテミーをベースにしているため頭部のバイザーヘッドの下にはガンダムフェイスが隠されている。またアリオスガンダム GN ヘビーウェポンミサイルとのドッキングも可能になっている。 GN007/AL アリオスガンダムアスカロン。この機体はイノベイドとの最終決戦に向けてアリオスの追加武装計画の一つとして開発が進められ、エクシアの GN ソード、デュナメスの GN ミサイル、バーチェの GN キャノンを参考にした武装が追加装備として組み込まれたが、結果的に機体重量増加による機体バランスの低下とガンアーチャーとのドッキングに支障をきたすという理由から最終決戦時にはアリオスガンダム GN ヘビーウェポンミサイルが採用されることになる。その後最終決戦で大破したアリオスをソレスタルビーイングのサポート組織フェレシュテによってアスカロン装備へと改修が施され、地上での武力介入に投入されている。またエルス襲来時にはガンダムマイスターであるベナード・ファインズ、コードネームベオジークと共に出撃するもエルスの侵食を受け、エルスアスカロンとして変貌を遂げてしまっている。 GN011 ガンダムハルート、ガンダムキュリオス、アリオスガンダムに続く発展機として開発され、西暦2314年地球外変異性金属体エルスとの戦いに投入された変形機構を有する第5世代ガンダムがガンダムハルートである。メインパイロットにはアレルヤに加えてマリー・パーファシーが登場するというガンダムタイプ初の複座式が採用されている。かつて人格連の徴兵として特別な訓練と調整を施されたアレルヤとマリーは超人的な反射速度と強靭な肉体によって高機動戦闘によって発生する G に対する耐性も優れており、その特性を生かすため究極の高機動モビルスーツが開発される。それがガンダムハルートであり、本機の開発にはアリオスガンダムとガンアーチャーの運用データが反映されている。複座式を採用したため火器管制と機体操縦を分担することによってより効率的な高機動戦闘を可能にするとともに、武装面に関してもこれまでの GN ミサイルコンテナなどのオプション装備が通常装備となるなど戦闘能力が飛躍的に向上。それに加えてさらなるオプション装備の追加も可能となっており、戦況に応じた武装の変更もできるとともに機体自体のポテンシャルを高めることも可能な仕様に仕上がっている。さらにアレルヤとハレルヤ、マリーの3人が専用 OS を同時に起動することで発動するマルートモードを搭載。マルートモード発動時には頭部の額と頬にマウントされているツインアイが展開し、合計6機のツインアイが解放される。ハレルヤの反射とアレルヤの思考の融合に加え、マリーの超人的な能力を最大限に発揮できると同時にガンダムハルートの性能も最大限引き出すことが可能になる。エルスとの決戦時にはマルートモードとトランザムの組み合わせによってエルスの大軍を超高機動戦闘によって殲滅。ダブルオークアンタとセツナが中心部に向かうまでの道を切り開いてみせた。ガンダムハルートの武装 GN ソードライフルモードに加えて GN ソードとしてのソードモードも追加したガンダムハルートのメインウェポンとなる武装。ソードとなる先端部は展開することでクローとしての機能も有しており、敵を挟み切断することも可能となる。この兵器の開発には機動戦士ガンダム WOV に登場する
GNR010/XN ザンライザーの機体データが反映されており、飛行形態では GN ソードライフルがカナードウィングとして機体左右にマウントされ、より高い機動性能を発揮する。 GN キャノン、サイドコンテナの先端に内蔵されている遠距離射撃用装備。飛行形態における最大火力兵装であり、高機動戦闘の最中に放つことで射程内にいる全ての敵をなぎ払う威力を誇る。 GN 粒子の消費量は膨大だが、戦闘開始と同時に敵陣に切り込み、撹乱とともに GN キャノンによる一斉射によってソレスタルビーイングの道を切り開くことも可能となる。 GN シザービット、サイドコンテナに内蔵された新型の遠隔誘導兵器。先端部が二股に展開し、対象を挟み切ることが可能なほか、納涼指波によるコントロールによって GN ミサイルなどでは対応できない大多数の敵に対して非常に有効な攻撃を繰り出すことができる。 GN ミサイルコンテナ、キュリオスから引き継がれたミサイルコンテナであり、腰部の後ろにマウントされた装備。同時に12機のハッチから GN ミサイルを一斉射することによって多数の敵の撃破、弾幕の形成などさまざまな戦況でその威力を発揮する。命中すると粒子を吹き出すとともにターゲットの内部から破壊する仕様になっている。ガンダムハルート最終決戦仕様。エルスとの最終決戦に向けてガンダムキュリオスガストの運用データをもとに開発され、ガンダムハルートの両脚部に GN バーニアユニットを装備した形態。機動性を格段に向上させるとともに、膝部には GN シザービットがマウントされており、標準装備のものと合わせて20機の遠隔誘導兵器を備えたことで攻撃力も強化されている。トランザムシステム、機体各部の GN コンデンサー内に蓄積された高濃度圧縮粒子を機体前面に開放することで発動し、機体性能を通常の3倍以上に上昇させる特殊システム。トランザムの発動とマルートモードの発動によって爆発的な高機動戦闘を発揮し、エルスの圧倒的な物量に対して対抗してみせた。ソレスタルビーイングが誇る完成度の高い可変機構を持って誕生したキュリオスは、その開発コンセプトをアリオス、ハルートと継承していき、高機動戦闘とオプション装備による高い汎用性、高火力を実現し、さまざまなミッションプランや戦況に対応できる機体として活躍。アリオスに関してはメメントモリ攻略戦での活躍においてファンの間では GN 電池という称号を獲得するなど、ある意味でファンから愛されている機体となっており、まだ機動戦士ガンダム00を見ていない方がいたらぜひその活躍ぶりを見ていただきたいです。以上、ガンダムキュリオスの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。